なあきなこ、ジェミニのフラッシュってさ、安くてしょぼい版のことでしょ？それが違うんだよね。実はそのフラッシュが最上位のクロードオーパス4.0は血を上回るエージェント性能を叩き出したの。嘘やん。安い方が強いってどういうこと？しかも Google は同時にパソコンを閉じてても裏で勝手に動き続ける AI エージェントまで解き放とうとしてるの。それって知らない間に何か買われたりしない？ちょっと怖いんだけど。そこはちゃんと後で説明するね。今日は Google I/O 2026で発表された内容を全部つなげて解説するよ。値上げされた料金プランとか、買収なのに買収って呼ばない話まであるんでしょ？そうそう、一つの戦略で全部つながってるから最後まで見てね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。さっきの話にまだ引っかかってるんだけど、フラッシュって安い版のことでしょ？なんでそれが最上位モデルより強いなんて話になるの？順番おかしくない？そう思うよね。私も最初は小さなバージョンアップなんだろうって思ってたの。でも中身を見たら完全に別物で正直びっくりしたんだよ。一番大きいのがコンピューターユーズ。前は別のモデル扱いだったパソコンの画面を見て自分で操作する機能がメインモデルの組み込みツールになったの。AI が自分でパソコン触るんか。この飼い主がおらん間に Y の回し車の注文もポチッとしてくれるんちゃう？めっちゃ助かるやん。注文はさせないよ。それに今はまだプレビュー版だからいきなり全部お任せできる段階でもないの。そこは私も慎重に見てるの。なんだ、ちょっと安心した。でもさ、そんな機能まで積んだってことは、お値段もしっかり上がってるんでしょ？僕そこが一番気になる。上がったよ。 API 価格は入力100万トークンで $1.50 ドル、出力で $9.00 ドル、前のフラッシュプレビューのちょうど3倍なの。3倍？なんでやねん。それもう安いモデルちゃうやろ。看板に偽りありやで。値上げは聞いてへんで。そこが面白いの。コーディングとエージェントの指標でターミナルベンチ2.1が 76.2%、 MCP アトラスが 83.6%、 全世代の最上位を超えたの。その数字を聞いてもすごいのかどうか僕には全然ピンとこないんだけど、他の AI と比べてどうなの？同じ MCP アトラスでクロードオーパス4.0は値が 82.2%、 GPT-5 が 44.5%、 しかも他のモデルの約4倍の速さで動くの。つまりこれは廉価版じゃなくて主力エンジンへの格上げなんだよ。でもね、なんで Google がそこまで本気になったと思う？あ、その前に1個引っかかってるんだけど、ウルトラが値下げって聞いたのに、僕、なんでした気が全然しないんだろう？安くなったんだよね。そう思うよね。実は私も最初は素直に安くなったって思ったの。でもね、発表された数字を全部並べてみたら見え方がまるっきり変わったんだよ。まず事実から最上位のジェミニウルトラが機能はそのままで月額250ドルから200ドルへ値下げされたの。期間限定じゃなくて高級的な改定なんだよ。50ドルも下がってるやん。めっちゃ太っ腹やんって思ったけど、待てよ、200ドルってワイのひまわりの種代の何ヶ月分やねん。そこなんだよ。だから今回新しく月額99.99ドルのデベロッパーティアが新設されたの。プロの5倍の利用枠と 20TB のクラウドストレージがつくんだよ。99.99 ドル。つまり、うんと高い席とお手軽な席の間に、中くらいの席をこっそり足したってことを、僕にもわかる商売のやり方だ。そういうこと。250ドルは高すぎて手が出なかった個人開発者やクリエイターをちょうど拾える段の値段なの。 YouTube プレミアムまでバンドルされてるんだよ。でもね、私が本当にうなったのは値段じゃないの。利用制限の数え方がプロンプト回数から計算量ベースへ物差しごと丸ごと変わったんだよ。ここが一番大きい。回数で数えないの？じゃあ軽い質問をちょこちょこ聞くだけの僕は得なの？そんなの？そこが一番知りたいところなんだけど。軽いテキスト質問の消費は小さくなったの。ただ利用枠のリセット間隔は24時間から5時間へ短縮されたから、重いエージェント作業ほど計算量を食べる仕組みになったんだよ。
正直に言うけどさ、さっきの料金プランの話よりこっちの方が全然わかんなかったんだよね。買収なのに買収って呼ばれてないって普通の買収と何が違うの？そこで引っかかったの。すごく正しいんだよ。実はそこ Google が意図的に選んだ抜け道なの。だからニュースでも買収とは書かれてないの。今回 Google ディープマインドがやったのはコンテクスチュアル AI と約8000万から9000万ドルのライセンス契約を結ぶことだったの。そしてそのライセンス契約と同時に CEO のダウエキーラを含む20名以上の研究者が揃ってディープマインドの中に移ってるの。ちょっと待ってや、20人まとめて引き抜いたんやろ。看板とハンコ以外会社ごと丸ごと持っていったみたいなもんやん。中身はほとんどそうなの。でも書類の上では会社を買ったんじゃなくて技術を貸し借りして人が個人で転職しただけっていう形になってるんだよ。この形だと企業買収として扱われないから、アメリカと EU の厳しい独占禁止法の審査にそもそも入り口から乗らないの。審査で止められる心配もそこで消えるの。審査そのものを飛ばせるの？なんか手続きの裏を書いてるみたいで、僕ちょっと怖くなってきたんだけど、それ誰も止められないってことを？しかもコンテクスチュアル AI は今もちゃんと独立した会社として残ってるの。キャラクター AI やヒューム AI の時と同じやり方なんだよ。キーラはメタ時代にラグの基礎論文を共同執筆した人なの。社内データを正確に引く AI、 つまりエンタープライズラグのど真ん中にいた研究者だよ。ちょっと想像してみて、ノート PC を閉じて出かけたのに帰ってきたら会議の日程調整が全部終わってるの。誰も触ってないのに勝手に全部進んでるんだよ。閉じてるのに動いてるの？僕それはちょっと怖いんだけど、知らない誰かが僕の予定を勝手に触ってるみたいじゃん。動いてるのはあなたの PC じゃないの。 Google クラウド上の専用の仮想マシンがあなたの代わりに黙々と作業を続けてるんだよ。だから PC の電源も関係ないの。じゃあ僕が寝てる間もずっと動いてるってことを？ハムスターは夜行性だから夜中に何されてるのか余計に気になるんだけど。そう、24時間365日ずっと。実はこの子ちゃんと名前がついてるの。ジェミニスパーク。あなたの代わりに動き続ける常時稼働のエージェントだよ。スパークって名前かっこええやん。ワイの回し車と同じで休みなくずっと働いてる感じやん。やることは意外と地味なんだけどね。メールの要約とかイベントの計画の調整みたいに複数ステップにまたがる作業を人の手を借りずに順番に進めていくの。しかも Chrome ブラウザの中でも直接動く予定で、ウェブ上のクリックやデータ入力まであなたの指示のもとで代わりにやってくれるの。待って、それ危なくない？勝手にクリックできるなら僕の知らない間に買い物されて変な課金がどんどん積み上がってたりしないの？そこは私も最初に引っかかったところだから、スパークには資金の意図しない消費や大事なデータの流出を防ぐ歯止めが3段構えで入ってるの。1段目が AP2、 エージェント専用の決済プロトコル。使えるお店と支出の上限をエージェントが動き出す前にきっちり絞ってあるの。2段目は OOS2 のスコープ制御。最小権限が直設定で、エージェントの実行 ID とあなたの ID はそもそも別物としてきっちり分けてあるの。3段目が人間の承認ゲートウェイ。支払いやメール送信みたいな高リスクな行動は最後に必ずあなたの明確な承認を取りに来る仕組みなの。なんだ、ちゃんと歯止めあるんだ。それなら知らない間に散財される心配はしなくていいのか。僕正直結構安心したかも。声のスピードで仕事するって聞いたけど僕想像つかないんだけど、結局喋って文字に起こして終わりでしょ。それ前からあるやつだよね。そう思うよね。私も最初はそう思ってたの。でも G メールライブに今週の学校行事はって聞くと、メールの履歴から答えが音声で返ってくるんだよ。待って、それ検索と何が違うの？キーワードで探して回答するメールを並べてくれるだけじゃないの？僕でもそれくらいは知ってるよ。そこが決定的に違うの。大量のメール履歴を横断して文脈を読んで、
探すんじゃなくて答えまで作ってくれるんだよ。文字起こしとは別物なの。ほんまかいな。それやったら Y でも使えるやん。メール探すんはめんどいけど、喋るだけならなんぼでもいけるで。ドックスライブはもっと踏み込むよ。取り留めなく話したアイデアを AI が公正に整理して許可した範囲でドライブや G メールから材料も集めて書稿を作るの。喋っただけで下書きができるのを、それって僕の思いつきもちゃんと形になるってことを、急に他人事じゃなくなってきた。キープライブも面白いよ。ギフトのアイデアも買い物リストもリフォームの計画も続けて話すだけでトピックごとに自動で分類されて残るの。展開は2026年夏から。まず Google AI プロウルトラの契約者とワークスペースのビジネス向けプレビューが対象なんだよ。でもさ、結局ユーザー数はチャット GPT の方が多いんじゃないのを、僕そう聞いたけどな。数だけ見たら Google は追いかける側でしょ。そう思うよね。私も最初はそう見てたの。実際チャット GPT は月間10億人でジェミニアプリは9億人。数字だけなら確かに負けてるんだよ。ほら見ろ、やっぱりチャット GPT の勝ちやん。 Google は検索で天下取ったのに AI では2番手ってことやろ。 Y でもわかる話やで。アプリ単体の勝負ならね。でもね、入り口の数が違うの。検索に組み込まれた AI オーバービューズは200カ国以上で20億人以上に届いてるんだよ。20億。アプリを開かなくても検索したら勝手に使ってるってことか。僕気づいてなかった。でもさ、そんな大人数に無料で使わせてそれもわかるのを。そこが一番面白いところなの。 Google の回収は柱が3本あるんだよ。無料の人からは検索広告、働く人からはワークスペースの課金、開発者と企業からは Google クラウド。数字で見ると分かりやすいよ。2026年第1四半期の Google クラウドの売上は前年同期比 63% 増の200億ドル。生成 AI 関連の収益は前年比で約 800% 増なの。何度稼いでんねん。800% 増って Y のひまわりの種代とは桁が違いすぎるわ。これやったら新しいモデルにもドカンと金かけられるやん。そこなんだよ。最初にモッチーが聞いてたよね。なんで Google がそこまで本気になれたのか。答えは売上の大きさだけじゃなくてコストの方にあったの。第8世代 TPU とソフトの協調設計で推論コストを前年比 78% も削れたの。だから廉価版に見えるフラッシュにまであれだけ本気で投資できたんだよ。白状するけど AI が数学の未解決問題を自力で解いたって聞いてから僕正直ずっと落ち着かないし、ちょっと怖いんだ。その感覚は大事だよ。でもね、そこまで踏み込んでるのは Google だけで、オープン AI もアンスロピックもメタもそれぞれ全然違う方向から日常の自動化を狙ってるの。同じような AI なのに目指してるものがそんなに違うのを、僕全部似たようなもんだと思ってた。オープン AI のタスクスは毎朝7時にメールを要約とか値段を監視とか決めた時間に決めた仕事を動かすトリガーが立って整理されてるの。アンスロピックのクロードプロジェクツは長期メモリ型競合ニュースの追跡みたいに一つのテーマを自分で調べ続けて先に教えてくれるのが強みって言われてるの。じゃあメタはあの会社モデルを無料で配ってるイメージしかないんだけど、それでどうやって勝つのを。そう、ラマヨンはオープンウェイト。データを社外に出せない医療や金融みたいな規制産業が自社のサーバーの中だけで動かせるのが一番の狙いなの。三者バラバラやん。ほんでワイらが今日ずっと見てきた Google の強みは結局どこやねん。データの重力なの。 Gmail もカレンダーも Android もみんながもう使ってる場所にジェミニがいるから、外部の API を叩かなくてもそのまま生活に入ってこれるの。その Google のディープマインドがアレーテイアで数十年解けなかった L で主問題を自力で解いて IMO プルーフベンチでも 91.9% を出したの。やっぱり怖いって。人間が数十年かけても解けなかった問題を AI が一人で解いちゃうって、僕ら追い越されてない？でもね、アレーテイアで一番すごいのは解けたことじゃないの。解けない時は答えをでっち上げずに正直に失敗を認める。だから結果を信じられるんだよ。じゃあ今日の話をまとめるね。フラッシュの性能アップ、料金体系の改変、
買収を装わない形での人材の獲得、スパークの常駐化、そして音声の統合。バラバラのニュースだと思ってたけど、そう考えると Google って単に AI を作ってるだけじゃないんだな。生活の方に AI を溶け込ませに来てるんだ。そこなの。モデルを強くして値段を下げて、人と技術を集めて、エージェントを常駐させて声でつなぐ、全部 AI を意識しないで使える環境を作るための一手なんだよ。わい、この5つの流れは保存版やな。後で絶対見返すで。そういやきなこ、飼い主のタブレットの充電だいぶ減ってるけど気づかれへんだ。バレないうちに充電しておくね。ところで、あなたの生活だと今日の話でどの機能が一番気になった？よかったらコメントで教えてね。この日常 OS 化の波、実は Apple やメタもハード側から仕掛けてきてるんだよね。それはまた別の動画でじっくり深掘りしたいな。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。